お、来た。お、なんか来た。なんか食ってる。宴じゃ。はい、おはようございます。小豆島の漁師浜優です。梅雨の時期ということでキス釣りの季節がやってきました。キス釣りは朝まずめがいいので、今朝の4時半なんですけど、もうね早からこんな明るくなってきました。夏は朝がほんと早い。で、こちらの牡蠣の作業船で釣りに行きたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあライフジャケットもつけて、じゃあキス釣りポイント向かっていきます。はい、到着後ね、釣れるかわかんないけどやっていこう。じゃあ竿を用意して、これがまず使う鉛で、こちらの黒船キスを使います。この船黒船だからちょうどいいね。ただこのデッキはですね、真っ黒だと夏死ぬほど暑いんで灰色に塗り替えました。じゃあ針外して、でまず鉛とつけて、で釣り竿の方ともつけます。で今回の餌はいつもの5回です。釣り具屋で昨日買ってきました。美味しそう。じゃあ5回つけて、こんな感じでもう1個もつけて、じゃあやっていきましょう。で、僕 YouTube 始めて毎年キス釣りの動画撮ろうとして頑張るんですけど、いつもキスが釣れないんで、今年はどうかってとこです。ではやっていきます。今でも釣り人に大人気のキス釣りですが、かつては浅瀬に背の高い脚立を立てて、その上でじっと座って釣りを行う脚立釣りが有名でした。これは青キスが音に敏感なために発明された釣りの方法で、なんと日本最古の釣りの指南書にも記載されております。昭和の半ばまでは脚立釣りが江戸湾で晩春から夏にかけての風物詩だったんですが、汚染とかそういうのがあってキスが絶滅して今はなくなってしまっております。今でも使われるテグスですが、使われるようになったのは江戸時代から。テグスはテングス酸というガの幼虫の体内から取り出したケイシセンっていう糸を巣につけて加工したもので、もともとは薬剤を縛る糸として中国から入ってきたのが始まりです。今ではナイロンや化学繊維で作られております。漁や釣りに適した性質に当時の阿波の漁師が気づいて全国に広まったとされています。じゃあ、あとは待つだけです。釣りはね、ほんと待つんが仕事ですからね。もうせっかちな僕にはなかなか釣りは合わないところはありますが、待っていきましょう。ついついね、振らしたまま待つということができないんで、今船がちょっとねこうやって流れてるんで、それでちょっとずつ引っ張れてます。なので場所移動は完璧です。あとはスズキじゃなくてキスがいれば完璧。こんな綺麗な朝日が昇ってきました。最高だ。お、なんか当たりが来てるような。お、来た。なんか来た。あれ、弱くなった。なんか食ってるぞ。なんか絶対食ってる。キスやれ。キスしたい。お、やった。キスだ。見事なキスだ。でかい。おい、ちょい。あ、取れた。お、やった。いいキスが釣れました。ちなみにテトラの近くですね。よし、氷の中入れて OK。 よっしゃ、1匹目ゲット。嬉しい、釣れるんだ。まだおまけに餌残ってる。ラッキー。このまま投げちゃおう。よし、もう一度丘の方へレッツゴー。さっきはねこれでもうゆっくり徐々に巻いていけば来たから、多分同じようで大丈夫。そんなポンポン来るわけでもないんだね。来た。ほら来た。あれ、絶対今なんか来てた時は焦らず止まっとくんだ。なぜならそこにまだキスがいるからね。食ったか。来てる。来てんのか。来てるのか。来てる。なんか食ってる。
おお日本釣りまさかのすっげえ大量じゃねえか。うひゃー、小松最高だ。テンション上がってきた。おまけに肩もそこまで悪くないぞ。嬉しい。今度は餌はまあ取られちゃったけど、オッケー。船で来てるんで、やっぱね、風とか波とか潮とかで流されちゃうので、ちょっと元のポイントを移動します。いい場所、さっき2匹釣れた場所だ。これだったら全然船で来なくても釣れそうです。普通に浅いですから。よし、ここ投げていこう。いくぞー。しょい。放入。オッケー。ああ、濃い。やっぱ釣りは釣れたら面白いね。最高だ。うちのスタッフの竿に当たりが来たようです。よっ、食ったか。お、食った。でかそうだ。でかくないですかこれ。これでかいです。さあ巻くんだ。やっぱスタッフがいるとね、僕一人の時よりこう2馬力で釣れるんで。お、あ、ベラか。青ベラですね。青ベラだ。まあコブダイ系の魚ですね。もうでこいつらも姿勢成熟で、まずメスの時は小さく赤いんですけど、オスになるとこのように青くなります。これもね、高松とかでは9銭とかって言って高級魚なんですよ。この見た目で塩焼きもいいんですけど、僕のおすすめはお刺身です。はい、なんか釣れないなと思ったらハゼみたいなのが食ってましたね。こいつはハゼなのかこっちの子なのか。ハゼっぽいですね。かわちい。じゃあちょっと反対側風が吹いてきたんで、風陰の方に来ました。ほら釣れるか分かんないですけど、釣っていきますね。深いから食うのかな。とりあえずエンジンはもうホバリングしときます。全然食わないな。およ、食ってんじゃん。ちっこめちゃチコキスが食ってた。いるはいるんだな。こんな深くても10メーター以上深いの。小さなキスは放流。元気でね。もうなんか食った。おお、いいキスじゃないか。いいキスとこっちです。お、そして次はベラが来ましたね。さっきの青ベラと違ってこちらは赤ベラです。さっきのに比べてこう赤っぽいっていうのかな、お腹とか。これがメスですね。で小さいのはリリース。さよなら。はい、じゃあ釣れないのと釣り飽きた、ちょっと飽きちゃったので帰ります。今日は帰ります。はい、というわけで結局釣りだけじゃ物足りなくなったので、キスをね、今回は毎年やってるこちらのキス立てで狙っていきたいと思います。でもともと釣りでキスとかベラを釣って、それでね美味しい天丼を作ろうかと思ってたんですけど、調べてると徳川将軍が朝ごはんに食べてたキス療養というものがあるそうなんで、今回はそれを作っていきたいと思います。じゃあ早速網を仕掛けに行きましょう。今日はマジでもやがすごくて視界が悪いんで気をつけながらやっていきます。じゃあ1枚目終了。移動してはい、じゃあ網入れが終了しました。このね明るくなる前にやるのは理由があって、真っ暗なうちからやるともうメバルがねめっちゃかかるんですよ。ちっこいメバルが。それを避けるために明るくなる直前に網を入れてキスだけを狙うという作戦です。じゃあもっと明るくなるまでしばらく待ちます。いや、それにしてもさっきもや晴れかけてきてたのに、まためちゃくちゃもやが降りてきてます。で連日雨続いてて、もやっていうのはこの空気中の湿気がこの風弱い時とかに小さな水滴になって、それが降りてきたもんなんですよね。だからもうこれは実際雨ですね
雲からじゃないけど空気からの雨です。暑いね。はい、じゃあ30分ぐらい待ちました。網上げていきたいと思います。受けを上げて、はい、それでは網を上げていきましょう。紐を送って網がやってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。初っ端からですね、あんまりいい感じではありません。いたら最初から結構鈴なりでなってますからね。険しい表情で食っていきます。そして後ろはあいにくのすごいもやです。さあ1匹目がやってきました。なかなか肩のいいキスですね。かなり大きいです。これだけ大きかったら天ぷら、刺身、焼き物に何でもいけますね。まあでも天ぷらが一番うまいです。ところで皆さん、キスの名前の由来はご存知でしょうか。キスはですね、もともと騎士と言っていて、これは江戸時代からの呼び方なんですが、騎士から普通に見えることから騎士、騎士語って呼んでました。ちなみに語っていうのは魚って意味で、地方名に多いキス語っていうのが本来の読み方で、キスっていうのは省略したものです。ちなみに語源もありまして、性質がまっすぐで飾り気がない、生に直って書いてキスなどからそういういろんなイメージがあるんですが、とりあえずね、清いというイメージから神様が好む魚とされていたようです。その美しい見た目から海の女王なんて呼ばれたりもしますが、明治時代ではキスの頭がネズミの頭の形に似ていることから、ネズミ頭魚でキスとも書いていました。あ、アジが来ましたね。解説をしている間に網も残り終盤。またアジが来て、これムロアジかマアジかな、どっちかな。よくね、縦網にもかかりますといったところで網繰りは終了しました。1枚目はかなり少なかったです。はい、じゃあ少ないながらもいいキスが取れました。サイズはね、全然悪くないですよ。ほら、僕指短いんですけど、赤ちゃんの手。はい、じゃあ外していきます。もう目から抜けるやつは目から優しく抜いていきます。こんな感じ。はい、じゃあこれだけ取れましたら、氷に水を加えて魚を入れていきます。じゃあ移動して2枚目上げていきましょう。それじゃあ移動して2枚目のポイントへ向かっていきましょう。で、次は口に GoPro を加えて主観です。で、結構この口に加えてるのって大変で、なんで僕が頭じゃなくて口につけるかっていうと、口につけたら画面が見えるんですよ。だから皆様にいい映像をお届けするためには、口に加えて画面で自分でしっかりね、どういう風な画角で撮れているのか確認しながらやっていきたいと思います。それじゃあ2枚目上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。これは2回目ですね。さあ打って変わって網の色赤色。1匹目何か来ました。こちらはベラですね。ベラはですね、高松では9銭だったかなって呼ばれて、かなり高級魚の部類に入ります。塩焼きも美味しいんですが、お刺身が僕的にはおすすめです。で、次来ました。こちらガシラですね。この網ね、目が細かいから、ああいうのを磯にやっとくとめちゃくちゃかかってくるんですよ。すっごい大変で、次来たのがグレですね。クレーって意味で、それが転化してグレ。メジナっていうのはメジカ、つまり目が近いから、そういうのが転化して変わってます。あいつなんで臭いかっていうと、雑食性なんですよ。だから夏は臭いとか言ってる間にアジがいっぱい来ました。おそらくアジの群れがちょうどね通ったんでしょうね。回遊はしてるのか分かんないですけど、磯回りを回遊しているこういったアジゴがうまいこと網にかかったんでしょう。で、網やって2時間3時間ぐらいしか経ってないので、鮮度もいいので僕はお刺身でいただきました。で、次来たのが稲ごちですね。稲の取れる時期に美味しい、それしか情報はありません。2枚目終了しました。足早ではありましたがありがとうございました。では、はい、じゃあ魚を外せました。取れたものがこちら。目的のキスが10匹で、アジゴとちょっと大きめのアジ、それからイネゴチ、青ベラ、グレ。いや、ちょっと思ったより少なかったですね。で、本当はですね、明日リベンジしようかなと思ったんですけど、明日ちょっと大風が吹くのでこれで行きたいと思います。で、目的のキス漁様なんですが、キスがね実質2匹いれば OK なので、釣りでもできたんですけど、この網だとやっぱいろんなもんが取れて面白いんでいいですね。で、このねアジ、これがまたうまいんですよ。これは刺身で食いたいと思います。わ、うまそう。はい、
じゃあお家に帰って、で今日ちょっと寝てないんで軽く寝てから徳川将軍の朝ごはん作っていきたいと思います。さあ帰ろう。はい、で結局今日はですね、いろいろあってキス療養を取ることができなかったので、今からマナガツを取りに行って明日やりたいと思います。はい、じゃあ帰ってきました。で取れたものがいい渡りガニ2杯にイカシライがこれだけ。結構サイズもいいよ。で上がりのタイが少々で、超高級マナガツオが6匹ですね。こいつが一番でかい。だいたい3キロぐらいです。じゃあ帰ろう。はい、じゃあ帰ってきました。今がだいたい10時ぐらいですね。で明日4時半に起きてタイとか締めて市場持っていきたいと思います。その後に牡蠣の反転をして、その後にキスるようですね。楽しみな朝ごはんです。体が臭すぎる。もうカッパがね、この梅雨で蒸れまくって、めっちゃ臭い。これで買い物行きましたからね。公害ですよ。はい、ありがとうございます。起きたふりです。それじゃあ行きましょうか。はい、じゃあ港へやってきました。でまずタイをこちら津本さんにいただいたスピアで締めていきます。夏だからね、弱いからもう死んじゃってるやつもいます。スピアで脳天締めて、ついたわ。で締めたらエラの下切って、尻尾も切って、水の中で血抜きしていきます。じゃあマナガツオと上がりのタイも箱に立てて運んで、はい、じゃあ市場行きたいと思います。暑いですね。昨日30度超えてましたからね。はい、じゃあ市場から帰ってきました。ぼちぼちの相場ですよね。よいしょはい、じゃあ市場から帰ってきてお腹空いてるんで、昨日取れたこの見事なキスを使って徳川将軍の朝ごはんを作りたいと思います。キスとベラとアジを使おう。よいしょ。じゃあ動画内でも説明したように、今回はこちらのキスを使ってキス療養という江戸時代徳川将軍が毎日食べていた朝ごはんを再現して作っていきたいと思います。キス療養っていうのは、その中の一つの料理名ですね。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。はい、じゃあ最初にご飯を炊いていきます。江戸時代のご飯っていうか、江戸時代の徳川将軍のご飯っていうのは普通の炊いた米じゃなくて、湯がいた米を蒸して食べるご飯だったそうです。なんか健康上いいと考えられてたそうなんですが、味がいいかというとなんかパサパサしてまずいらしいです。今回初めてなんでやっていきます。じゃあまずお湯の中に米をつけて湯がきます。10分ぐらいかな。とりあえず湯がいときます。ヘイシリタイマー10分。10分のカウントダウンを開始します。で最初にキス療養のキスをやっていきます。で今回使う包丁はこちら、魚屋の森さんにいただいた包丁です。ちょっと見にくいけどクジラ映ってます。じゃあまず鱗を落としてエラマーク切って、腹を割ります。で今回は開きにはしません。
でエラ取って内臓も取っていきます。卵持ってますね。で徳川将軍のご飯は基本的に絶対頭がついて出されてました。というのもやっぱ頭を落とすとね、あの時代だからこう斬首とかそういうのをイメージするそうで、それで頭お頭付きで絶対出してたみたいです。で魚を開くにしてもやっぱ腹開きだったら切腹をイメージするんで、基本的には背開きとかで出してたらしいですよ。はい、じゃあキスのお腹を洗いました。でちょっとキスの豆知識なんですが、キスはですねスズキ目でスズキの仲間に分類されます。で脂身が少なくて水分が多い魚なんですけど、うまみ成分の必須アミノ酸やグルタミン酸、それからリジンなどそういうのが多く含まれているから脂身が少なくて水分が多いけどうまいんですね。でキスはもともと江戸湾でたくさん取れてまして、ハゼ、メゴチに並んで江戸前の三大天ぷら種とされてます今も。さあキス療養やっていきましょう。もううろ覚えの知識だからね、言葉が出てこない。でキス療養っていうのは、一つはキスの漬け焼きで、一つはキスの塩焼きです。だから2種類のキスの調理方法でやってるのがキス療養って言います。僕はずっとねキス療様キス療様って言ってたんですけど、とりあえずみりんと醤油と酒の3種の幽庵焼きみたいな感じでつけていきましょう。じゃあまず醤油、酒、みりんを1対1対1で加えて、で空気抜いて、これで片方つけて、片方にはもう塩を振っておきます。味塩が正味最強です。で七輪用意して、で火もつけといて、よし、時間はかかるんでこれで OK。 はい、じゃあ米に移ります。米が今どんな感じなのか、どんな気持ちなのか、どんな状況なのか。オープン。パカ。おー、めっちゃびちょびちょだ。これを持ち上げて、こっちの蒸し器に移動して、次これを蒸します。ちょっと何分ぐらい蒸すのか分かんないんで、これもまた10分ぐらい蒸していきましょう。じゃあおのおの待ってる間に他の魚の鱗も取ったりして、でこちら3種のお刺身を作っていきます。で今回将軍の朝ごはん再現ということでやっていくんですけど、めちゃくちゃですね、僕もネットで調べたんですが、なんかやっぱ将軍って言っても徳川将軍十何代いるのかな、めちゃくちゃいて、もちろんその時代とかによって多少違うと思うんですが、ネットで調べた感じ、まず一の膳っていうのがあって、一の膳は魚と刺身と汁物で、2の膳にキス療養がついてて、それにさらにまた汁物で水門がつくみたいなね、徳川将軍めっちゃ食うやんっていうぐらい食うっていうのがねネットで1個あって、で毎日キス療養ってわけでもなく、1、15、28だったかな。であと祝日は鯛とかヒラメのお頭付きがついてきたみたいですね。で鯛とかヒラメの方が徳川将軍にとっては贅沢だったのかな。で今更なんですけど、この包丁めちゃくちゃ切れます。指切りそうで超怖い。でここでご飯ができました。開けてみましょう。オープン。パッと見は美味しそうですね。せっかくなんでちょっと味見してみましょう。なんかパサパサしてるって言ってましたけど、普通に炊いた方が美味しいですけど、言うほどパサパサしてないですね。これで何でも許されそうな徳川将軍なんですけど、結構ね禁止されてる食べ物、海産物とかもあって、こんだけの多くの海産物がね禁止されております。でフグは、例えば毒に当たればそのお家断絶っていうんですかね、もう自分たちの血が途絶えてしまうとか、あとこの城もダメで、この城、つまり自分の住んでるお城ですね、この城を食べてしまうっていうのが縁起が悪いとかでダメとか、もういろんな理由があります。じゃあ頭と内臓取れたんで洗って3枚におろしていきます。うわー、入る。さっき禁止されている食べ物一覧言ったんですけど、あとですね調理法とかもあって、天ぷらも禁止されております。おそらく健康を気遣ってのものとかと思うんですが、やっぱね徳川将軍がめっちゃ健康を意識してて、あの人麦飯ばっか食ってたんですよ。でそれに気を使ったですね家臣がご飯の下側だけ白飯にして、その上麦飯かぶして出したりしたんですが、それにね家康が激怒したとかっていうエピソードもあるぐらいです。
で僕らの想像より徳川将軍の歴代の将軍のご飯って案外質素で、それはなぜかっていうと、初代将軍の有名な徳川家康が貧乏だった三河時代を忘れないために質素倹約に努めているからだと言われております。まあでも徳川家康のそういうね性格のおかげというか生活スタイルのおかげで徳川家康は75歳まで生きて、でその長生きが天下統一の秘訣と言われております。おまけにね、その中で最後までもう子供作りハッスルして、最後に子供を産んだのが66歳で全部で16人の子供を産んでます。ハッスルしまくってますね。それが今のこの太平の世の中につながってるというわけですね。ちなみに当時の江戸の平均寿命が35から40歳です。じゃあお皿にアジ、青ベラ、キスの刺身をのせてネギでも添えましょう。というわけで完成、お刺身3種盛り。では次、汁物作ります。で汁物はですね、本当は1の膳2の膳で、1の膳が普通の汁物、2の膳が、さっきも言いましたけど水物なんですけど、さすがに2種類作るのちょっと面倒くさいんで、今回は1種で水物っぽく適当に作ります。というわけでこちらのお魚をぶつ切りにしていきましょう。ベラとアジでキスで、もう新鮮なんでこれをこのままこっちの鍋へドカンと入れちゃいます。でこれの出汁を取ってる間に魚を焼いていきましょう。もう炭がいこってるかな。みんないこってるっていうのかな。ああ、いい感じだ。いい感じにいこっております。よし、じゃあ塩焼きのキスと、こちらですね、つけ焼きの、もう使ってるでしょう。もうちょっとつけたいんだけどな。もう朝飯食ってないから腹減った。これで焼いていきます。早速つけ焼きの方のいい匂い。だいぶうまそうに焼けてきました。ビールが欲しくなりますよね、こうやって外で七輪でやってたら。で昨日飲んだんで今日は休館日ということで休みます。で薬より養生っていう言葉があるように、もう薬に頼るんじゃなくて普段から健康的な生活を送る方がよっぽどいいって考えがあって、それで徳川将軍も朝の6時に起きて、で8時に飯食って、そこから公務鍛錬、あと趣味の時間とかお昼ご飯とかいろいろあって10時ぐらいには寝てたそうです。10時に寝てたって言っても高級とかでハッスルしてた可能性もあります。高級って要は跡継ぎを作るような場所なんですけど、そこに入るのも許可が必要とかで、将軍だからって王様みたいに何でもかんでもできるっていうわけじゃなかったみたいです。羨ましいっちゃ羨ましいですけどね。さあ焼けました。ではこちらのうまそうなキスを持ってお皿に、やべ、お頭付きが残酒になりそうだ。でさっき残酒をイメージするって言ったんですけど、罪人が最後に食べるご飯がお頭がついてないやつ、頭のないやつを出されてたらしくて、それでより残酒をイメージするって感じですね。でお頭は必須です。はい、というわけで完成しましたキス漁様ですね。つけ焼きと塩焼きです。うまそう。じゃあ中に入って、でもう汁も多分そろそろ出汁が取れてるんで、汁の中に薄口醤油ちょっとと塩を加えて、しょっぱしょっぱでお椀に入れていきます。というわけで水もんの完成です。でこちらのご飯、蒸し米、これもついでいきます。 OK。 じゃあ将軍様らしくこういうね、旅館でよくある台座付きのやつ、これ旅館で借りてきました。これを準備して、それじゃあ小鳥キス漁様とご飯、汁物、刺身と醤油を並べて、はい、というわけで江戸時代の徳川将軍のご飯を再現できました。徳川将軍って言っても別に徳川家康っていうわけではないです。一例ですね、あくまで。こんな感じでご飯と刺身と汁物、それからキス療養です。それじゃあ宴を、宴じゃ。はい、それではいただきます。
と言いたいところなんですが、ここからさらに2時間待ちます。というのもですね、徳川将軍やっぱ命狙われやすかったんで、毒味がね3回もあって、もう2時間できてから2時間経って食べる時にはねパサパサで美味しくなかったらしいです。まあでも命を狙われることが少ないこの現代社会、僕はこの美味しい熱々をいただきたいと思います。まずはお汁から。魚とネギの出汁が出てうまいです。熱々を食えるこの現代の社会に感謝といったところですね。で料理番とかも凄腕の人が何十人とかっていたそうです。すごい VIP だけど2時間経って冷めたやつ食べるのは嫌ですね。では次、本番の徳川将軍がほぼ毎日食べていたキス料様いただきます。もう豪快にかぶっちゃいましょう。でも将軍様はかぶったりしないか。ほぐします。めっちゃね醤油のいい香りがしてますね。そば使いの胡椒がほぐしてくれてたのかな。うまそう。では入れた瞬間に醤油のいい香りがして美味しいです。キス自体の身質もやっぱ繊維がすごい細かくて味がいいですね。で普通の塩焼きですね。おお、塩焼きの方が好きかも。この漬け焼きにした方がなんか若干身が締まってるって感じがします。そのまま塩焼きにした方が身がホクホクとして食べやすいです。でもどっちもうまいですね。じゃあ皆さんが結構気になっているであろう、まずこのベラの刺身を食べましょう。醤油につけていただきます。1日経ってますけど美味しいです。ちょっと美味しい以外の感想が出てこないな、珍しく。口の上でこう滑らかにとろけ出して、こう派手なうまさはないんですけど、油とかなんか優しく舌の上にこう旨味が乗っかる感じで、次キスですね。キスの刺身は久しぶりです。まあベラもですけど1年ぶり。キスも同じ感じ。本当にすごいさっぱりしてるけどしっかりとした旨味があって美味しいです。でこちら蒸し米。普通に美味しいな。結局蒸し米がまずいんじゃなくて2時間経ってパサパサしてるから美味しくないのかもしれないです。で動画の中で徳川将軍のご飯は質素みたいな感じで紹介してますけど、普通にこれめっちゃ豪勢でごちそうですよね。キス料様があるだけで十分ごちそうだと思います。それにご飯があってお刺身で汁物があれば、歴代将軍の中でもだいぶ食べてるものとかに差があったかもしれないですし、一概には言えないですけど、割と日本人らしいこういい朝食って感じがします。はい、それじゃああとはゆるりとごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。徳川将軍の朝ごはんを再現ということでキス料理をやらせていただきました。今が旬のキスなんですけれども、うまいんですけど、やっぱりキスといえば味は天ぷらが一番で、次に刺身で、次にもう焼き物かなって感じです。朝飯後自体は質素って言いましたけど、思ったよりはかなり豪華な感じで、蒸し米も美味しかったですし最高でした。そんな感じです。じゃあまたお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。キスミその唇、その胸逃がさない